どうも皆さん、スタミナ足りてますか？東北キリタンです。レディのアビリティ、華麗な身こなし、探検による攻撃と回避アクション、疾走の固定分の消費スタミナの軽減する効果を持ちます。疾走の固定消費分は他キャラの約3分の1、回避に至っては約4分の1になる最強アビリティですが、その代償として彼女のスタミナは全キャラ最下位。なんとスペルユーザーの復讐者にも劣ります。アビリティの効果範囲が探検の攻撃に限られる都合上、他の武器を振り回すときはどうしてもスタミナ不足に悩まされがち。これを解決する手段はあるんですよね。これが。というわけで今回のコンセプトはこちらじゃん。そう、体験2等なで切りレディーです。アビリティの効果範囲が探検に限られることもあって、他の武器を振り回すことはやや苦手な彼女ですが、ワンアクションのスタミナ効率を極限まで高めることが可能な通常攻撃の1段目強化ならば、その欠点を補えます。どういうことかと言いますと、異物効果。通常攻撃の1段目強化は物理、属性問わず通常攻撃初段に限り 1.15 倍という驚異の倍率で強化します。もちろん初段のみで攻撃しなければならない都合上、連撃速度は普段より遅くなりますが、還元すれば連撃のテンポを落としつつ一撃の威力を高める異物効果と言えましょう。つまり攻撃1回あたりのスタミナ効率が良くなるのです。今回はここに着目したビルドですね。また立ち回りの中でコンスタントに打点を叩き出せるのが1段目ビルドの特徴でもあります。そのためリステージを無敵目的で雑に使ってもある程度のダメージが保証されるのも良いですね。武器種として体験を選んだ理由は手持ち異物の都合でもありますが、レアに属性混合が多いため知力、信仰がある程度高いレディと相性は良いと言えるかもしれません。異物構成はこんな感じ。深層異物側にキャラ固有 &1 段目強化の2枠理想を2つ求めるハードルの高さよ。体験見つけやすい &1 段目強化は通常異物側でも出る可能性があります。夜侵入とのセットでも OK です。ご紹介に用いる映像の深度は5、ボスはフルゴール。ノラと固定の混合パーティでの出撃です。例によってイントロが長くなりましたが、残りは3日目までの様子をダイジェストでどうぞ。遺跡の祭域にやってきました。侵入者だけを釣って戦いやすい神ロケーションです。レディと執行者タイプの侵入者ですね。やや遅れている鉄の目を待ってからフィナーレを発動します。なぜか棒立ちになる AI を持つ執行者タイプをズタズタに切り裂いていきましょう。付帯効果が揃うまでは二刀流攻撃初段、片手攻撃初段のループが連打で1段目ループができて良い感じです。付帯が二頭持ちに寄ってきたら目押しで二刀流攻撃初段を振りましょう。あべし、完全に油断してテコテコ歩いてましたね。そして虚空からの攻撃で第六感が発動するお兄様。この時はなんかサーバー激重だった記憶があります。執行者の潜在からは近接攻撃力を、レディの潜在からは連続カットを取って次行きましょう。平和な狂い火野営地に突然の侵入者が。どうもフレンジードフレイムトロルさん、ダガーチェストレディです。体験の2本目が引けるまではレディ探検をブンブン振り回していきます。足元がスカスカな相手に対してはリーチの短い武器はちょっと当てづらいですね。とここで体験の2本目をゲットです。ようやく本来の立ち回りができますね。良きかな良きかな。収縮円からちょっとだけ外れてしまった小砦の祭域に挑みます。マップ右上にあったのですが地辺が下降なのでどうしても1日目に済ませてしまいたかったのです。そして侵入者は追跡者タイプ。今回のビルド的には付帯はいまいちですが体験の更新が期待できますね。とりあえず手持ちの体験を1本追跡者の体験プラス2に持ち替えまして
鉄の目が落とした戦技攻撃力付きのユニーク体験をお兄様と譲り合い譲ってもらえそうなので持って行っちゃいましょう。すいやせんねえ。1日目も終盤戦、2日目にそのごぼうなんて無様。うおー、アーツ燃焼最強。一番好きな固有効果です。ではパッシブをいただきまして。こんにちローシー。さよならイオン。選ばれたのはパッシブで、選ばれたのはパッシブで、選ばれたのはパッシブでした。1日目夜、ボスはミミズ顔ですね。あまりにもかったるいボス筆頭です。まるで強くはないのですが、殴って死の状態異常がたまる前に離れて、モブから苔玉をダッシュして近づいて殴って、火力のない近接ビルドが3人揃ってしまうと、これを結構な回数繰り返す必要があります。今回はそれなりに火力も出ていますので、次に蓄積がたまりそうになるまでに倒せそうですね。1日目時点で2頭攻撃1回1000ダメージ出ていれば十分でしょう。というわけで撃破です。洗剤はどれでも良さそうですね。これ火口に向かう前に中央砦を終わらせてしまう。納得いかねえと言いたいところですが、まあ聞き手側に立った私が悪かったかもしれません。マジでもうモーション通りの判定をしていることが多いのでね。なるべく武器から遠い側に立つのがいい。うわあ、コシさんが荒ぶっておられる。因果率逆転残で鉄の目が昇天。その代償としてコシさんはもう足が動かないよ状態に。人の多い時間帯でサーバー同期がずれちゃったりするとこんな感じになるんですかね。一応瓶を飲んでからぶん殴りに行きましょうか。あやっべ快晴。てかコンシュくんひるまないんかーい。いろいろありましたが撃破です。きたー。いやボスフルゴールだし一応取るだけ取るけど、物理体験か魔力体験の方がいいんじゃなかった。はい、やっぱ物理でいきます。屋上にいたのは竜のツリーガードさんです。発生の早い攻撃はごく一部。常にリステージに指をかけておけばそうそう被弾することもないはず。敵の攻撃を中止しつつ余裕を持って攻撃できるの。ラグワープするのはルールで禁止っすよね。攻撃タイミングがかぶって後は1フレームの殺死。ビビ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 ビ。こんないいとこなしのプレーを世間にさらして恥ずかしくないのかこいつは。さてさて洗剤は金色ですが。きたー。ユニークヘルフェン。要するに知力補正付きのユニーク体験です。エンチャントも可能と、このビルドにおける理想の一品ですね。付帯効果は1つカウンター。1つカウンターといえば実は体験2頭バクステ攻撃は1つなんです。知ってましたか？これをメインにして立ち回れるのもレディーくらいですね。火口における最初の犠牲者は英雄のガーゴイルさんです。リステージがあるうちは強気に差し込んでいきましょう。おっと危ない。いや今の2頭攻撃はさすがに舐めすぎでは。さておきとっととマーキングを破壊して体勢崩しを誘発したいところ。ダウンした鉄の目を起こすこのシーンですが、体験2頭はダッシュ攻撃を1ゲージ蘇生に使いましょう。うわあ荒ぶるんじゃない。お兄様が第6巻を履かされてますね。ナムアーツのギリギリ先っちょヒットでひるんだところに一段我々が今まで見ていたダウンモーションはなで切りが完全に入って HP が0になったのに動くゾンビガーゴイルさん。最初のおデブさんから連続カット付帯が出たのでデメリットを見比べながら手持ちと入れ替えまして、はいほいきたー。有用付帯付きの体験ですね。属性付きでも1段目ビルドなら問題なしです。やってまいりました火口の採用。地面の中からこんにちは溶岩モグラさんです。戦技で延茶したらペチペチ殴っていきましょう。
こいつの攻撃もレディなら基本的に被弾することはないはず。学者とかだと腕ぐるりんちょを引きつけて回避する必要がありますが、レディなら連続回避で楽々です。リステージもダメージ目的で切っちゃって良いでしょう。遅延行為こと爆走モードですね。攻撃系アーツなら止めることができるのですが、レディのフィナーレははて止まった記憶もあるのですが、追跡者が範囲外だからとかでしょうか。いつまでも止まる気配がないので、鉄の目のアーツに止めてもらいます。マグマを踏まないように気をつけながらなでなでと切り裂いてフィニッシュです。洗剤からはお兄様用にミエロスでも落としておきましょうか。ではレジェンドフォー王子、良きかな良きかな。霊用に乗って残るボスをしばきに行きましょう。まずは霊気流横にいる亜人の女王ですね。スパスパッと切ってフィニッシュです。洗剤からは物理カットのパッシブを。霊気流で崖上に飛んでぴょんぴょこワンコと戯れます。遅延ステップをしてこないお行儀の良いワンちゃんでした。常にそうであれ。赤炉。洗剤からは最大スタミナのパッシブをいただきます。近くにいたのはローレッタさんでした。鉄の目が竜王の眼剣を持っているので、ジャンプ攻撃でひるみをたくさん取ってくれるはず。調子乗ってダメージを食らっている哀れなレディは瓶を飲んでから戦闘を再開します。ここもダッシュ攻撃で我々が今まで見ていたローレッタの大湯にはまあそういう日もあります。気を取り直してなで切りを連打していきましょう。てなわけでフィニッシュ。収縮が始まってしまったので最後のボスですかね。金色の洗剤からはバッタブライカンが泣いて喜びそうな武器が。買い物の時間だオラー。とはいえ買うものはほぼありません。ポーチ、紅葉の香りくらいですね。2日目夜、ボスはノクスの竜神兵です。物理攻撃力が上昇する蝶々を捕まえたら試合開始。全員良い火力が出ているので良い速度で終わりそうな予感。おっと連撃を漏らし露骨に威力が下がってしまうので、無理に最速を目指さず余裕を持って目押しする方が良いですね。なかなか携帯移行しないなぁと思いましたが、ステージの端っこで移行する模様。爆破をかわしましたらなーでなーでと2頭攻撃を連打していきましょう。お兄様のアーツに合わせてリステージを使ってダメージと耐性値を稼ぎます。鉄の目さんが死んだ。ここはなで切りではなく流し切りの出番です。完全に決まれば1ゲージをワンタッチで蘇生できます。体験2頭の強みの一つですね。リステージで削り切ってフィニッシュです。ラスト洗剤の中身はなんじゃらほい。スタミナ回復速度も捨てがたいですが、火力ジャンキー的には物理攻撃力でしょうか。3日目、付帯効果等の状況はこんな感じ。アンコモンが3つ混じっていますが、メイン武器に有用付帯がついているのは良いですね。右手に霊炎を、左手に流昇油をまとわせたら密会をもぐもぐして戦闘開始です。飛び上がりはまねっこジャンプで回避しまして、ようやくフルヒットした2頭攻撃は2476ダメージ。マーキング込みとはいえ良いダメージじゃないですか。大技は眼剣が止めてくれますね。 HP 的に次は携帯移行が来るはず。それにしても近接が揃っていると大技準備モーションはかなりの攻撃チャンスになりますね。降りてくるタイミングに合わせて日回を食べてバフを更新。おっと連撃を漏らしアローレインをかわしたところで暴走モードの予兆が。フィナーレで消えてみましょうか。止めることはできませんがサーチされなくなるので事故率は減ります。これちょっと下がりすぎですね。急いでお尻を追いかけて殴りに行きましょう。1回2回ぐるりんパのぐるりんパには根元判定が存在した。攻撃チャンスなので殴りますがエンチャントが切れてるので更新したいところ。ナイスタイミングで10連切りです。失踪で大きく持ち替えミス。
二刀流に戻してヘルフェンの戦技で延茶します。肉を食ったタイミングで悲しみの遅延タイム。狙われている人の場所に集合してからフルゴールに向かって疾走です。落下したところに1回だけ2頭攻撃を入れまして、無理せず回避をしてからもう一度2頭グル、リン、パーを回避して1回2とここでリステージ回避。多分リステージ分のダメージで倒しきれるでしょう。というわけで震度5フルゴール撃破です。いかがでしたか？皆さんもなで切りレディ使ってみませんか？レアの属性や補正値がバラバラでややもっさりモーションの体験2頭初段。これを無理なく使いこなせるのはやはり上質1段目レディでしょう。上質ステヘンの FP 減少の影響はほぼ受けず、弱点の低持久力もあまり不便に感じるシーンはありませんでした。思った以上に扱いやすいビルドなので、良い感じの異物がお手元にあればぜひともお試しください。以上、東北キリタンがお送りしました。バイバイ。